会系ギタリスト DDG です。今回はですね、早弾きをうまく弾けるようにするための練習フレーズを一つご紹介しようと思います。冒頭弾いたフレーズなんですが、タブ譜はこちらです。チューニングは半音下げで弾いています。はい。タブ譜を見た感じ、弾いているところを見た感じ、それほど難しく感じないという方もいらっしゃるかもしれませんが、このフレーズ、早弾きをね、うまく弾けるようにするためには、かなり重要なフレーズだと思っています。ちなみに自分はね、普段はフルピッキングじゃなくて、ハイブリッドで弾いているんですが、今回のね、タブ譜は、フルピッキングになっているんですが、弾きやすいように弾いていいと思います。で、今回のこのフレーズを弾く上でね、練習する上ですごく大事なのが、とにかく綺麗に自分がね、納得いくレベルで弾けるようになるまで、もうとにかく徹底的に妥協をせずに練習するというのが大事になってきます。まずね、ちょっとゆっくり弾いてみますね。はい、ちょっとゆっくりからね、早く、弾いてみたんですが、ゆっくり弾いていても、早く弾いていても、綺麗に弾けていたと思います。違いがね、音としての違いがないレベルで弾けるように、しっかりと練習をするというのが、今回のこのフレーズではね、今回のというかね、早弾きのその練習というのは、基本的に自分の中では、1弦と2弦をね、組み合わせたシーケンスフレーズをまずね、徹底的に練習をして、それをね、どんどん幅を広げていくというのが、自分の中での早弾きの練習の基本なんですが、今回のこのフレーズもね、とにかく綺麗に弾けるようになるまで練習をすることを、本気でね、早弾きをうまく弾けるようになりたいという方には、お勧めしたいなと思っています。で、なんで1弦と2弦を組み合わせるのかというと、早弾きの中でね、とてもね、やっぱり大事なのが弦移動。弦移動の部分って、かなり音がね、汚くなりやすい部分であったり、音を間違いやすい部分なので、このフレーズで言うとね、この部分に関しては割とね、スムーズにいきやすいと思うので、あまりミスをしない部分であるかもしれないんですが、この部分。で、特にその後ですね。この辺りが実際にね、弾いてみると、厄介なんですよね。で、このパターンを弾けるようになるとね、かなり早弾き楽にできるようになってくると思います。で、1弦と2弦というのは弦が細いのでね、他の弦と比べるとね、ピッキングも割とね、他の弦に比べればね、楽に弾きやすいので、まずはシンプルにね、1弦と2弦で練習していくことを僕は、お勧めしています。で、その代わりね、とにかく妥協しない。ミスは練習中は許さない。というぐらいね、神経質にね、徹底的に練習するというのが、早弾きってね、どうしてもその、指がね、早く動いて、ピッキングができてると、できてるって錯覚しやすいんですよね。実際はね、その、1弦から6弦まで使った派手なフレーズなんかって、かっこよかったりね、見えたり聞こえたりすると思うので、そこに挑戦いきなりね、したくなるという気持ちはすごくわかるんですけれども、最初からね、派手な演奏って絶対できないし、自分でできていると思ってもね、多分聞いてる人からすると、かなりぐじゃぐじゃになってしまって、何やってるのかがわからないっていうことがね、かなり多いと思うので、とにかく1弦と2弦でね、練習をする。そうするとね、シンプルに練習していくと、間違いに気づきやすいんですよね。で、どのパターン、どこで自分がなんで間違えるのかというのをしっかり考える。自分でね、ミスった時に分かるようにするというのが、練習する上では非常に大事になってきます。
そこをこう考えないと、なんでミスっているのか、もっとね、こう最悪なパターンはミスっていることにも気がつかなくなってしまう。これがやっぱりね、一番良くなくて、こうミスった時に今自分がなんで間違ったのかというのをね、パッとこう、誰でもね、ミスはもちろんあります。僕もね、今弾いたフレーズ、ちゃんと弾けていない部分もね、もしかしたらあったかもしれません。ちゃんと聴いてみるとね。でも、多分聴いている方にね、違和感のない演奏はちゃんとできていたと思うし、で、自分でね、ここちょっと危うかったかなというところは、なんとなくはね、こう弾いていて、分かっています。ただ、人に聞かせる上でね、別に、問題はないかなというレベルではね、ある程度毎回弾けるので、こんな感じでね。で、そこまで来たらね、次、弦をね、こう変えていく。3弦、4弦、5弦、6弦も使っていくという練習をしていくとね、非常に早弾きってこう上手に弾けるようになってくると思います。はい。で、こういったね、練習フレーズ、今後もね、少しずつご紹介していこうと思うんですけれども、もういろんなパターンがね、やっぱりね、作れるので、パターンを増やしていく。パターンを増やしていって、で、弦のね、その幅も増やしていく。で、最終的にね、できるフレーズが増えてくると、自分のね、思った通りに弾けるようになってくるので、弾きたいメロディーとかもね、弾けるようになってくるので、まずはね、シンプルに1弦と2弦で練習をしていって、繰り返してね、シーケンスフレーズなので繰り返して、間違わないようにね、何度も弾けるようになるまで、徹底的に練習をして、それができたら、どんどん弦を増やしていって、最終的には、はい、申し訳ございません。ちょっとね、長かったんで削らさせていただきました。と、最終的にね、こういう感じに弾けるようになるためにもね、基本的なね、あの、基本的な練習をするんじゃなくてね、徹底的にね、するというのが、本気で弾けるようになりたい人にとってはね、これからね、弾けるようになりたいという方にとっては、とても大事になってくるところだと思いますし、僕自身もね、そういう風に練習をしてきましたので、ぜひよかったらね、今日紹介したフレーズを練習してみていただけたらいいんじゃないのかなと思います。はい、今後もね、こういった練習フレーズ少しずつ紹介していけたらなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。破壊系ギタリスト DDG でした。